クリスマスの夜。クリスマスの夜、私はトナカイをモチーフにしたランジェリーを身につけ、CEO の恋人のアレビンと忘れられない一夜を過ごす準備を整えた。ノアは熱狂的に私の上着のボタンを外し、激しい口づけを私の体に落とした。その時、彼の携帯が鳴った。彼はイライラしながら応答した。なんだ？電話の向こうから甘い声が聞こえ、ファーリア語で話していた。ノア、今夜は何時に来るの？あなたへのクリスマスプレゼントがあるのよ。その言葉を聞き、私は目を見開いた。その声の主は私の妹、ハイジ・ミラーだった。ノアの表情は真剣になり、まるで仕事の電話を処理しているようだった。彼はファーリア語で返答した。どんなプレゼントだ？向こうの声は軽く笑った。プレゼントは私よ。頭のてっぺんから足の先まで赤いリボンで巻かれてる。開けるのを手伝いに来て。もう待ちきれないわ。その夜、ノアは私に触れようとしなかった。彼は私に服を着せ直し、名残しそうに私の方にキスをした。仕事の電話だ。会社で緊急の要件が入った。続きはまた今度にしよう。でも、次回もこのコスチュームを着てくれ。とても魅力的だ。彼の嘘は落ち着いて自然に聞こえた。彼は明らかに私が理解していないと思い込んでいたが、私はファーリア語を知っていた。すべてがはっきりと聞こえていたのだ。私は平静にうなずくふりをした。彼が去った後、私は会社の海外赴任を受け入れた。3日後、私は彼の世界から完全に消え去るつもりだった。第1章。ノア・レビンが戻ってきた時、クリスマスはとっくに過ぎていた。私はあのトナカイのランジェリーを町のゴミ箱に投げ捨てていた。ベイビー、昨夜は慌てて出て行っちゃって、クリスマスプレゼントを渡すのを忘れていた。彼はサファイアのネックレスを取り出し、私の髪をかき分けて首にかけようとした。彼が非常に近づいたため、彼の首にある赤い跡と、明らかに彼のものではない甘ったるい香水の匂いがはっきりと分かった。その香りが実の妹のものだと知り、私は胸がムカムカした。私はノアの手を掴んだ。かけてくれなくていい。テーブルの上に置いておいて。私の口調の冷たさを聞き、ノアは私の方をつねった。どうしたの？昨夜の続きができなかったことをまだ怒っているの？私は冷たく彼を見上げ、静かに言った。いいえ。ただ、なぜあなたが昨夜突然出て行ったのか、なぜ突然ファーリア語を話し始めたのかが気になっただけ。ノアは微笑んだ。ただのファーリアからのクライアントさ。僕のクライアントは世界中にいるって知ってるだろ？話題をそらそうとするように、彼は私の肩をポンポンと叩いた。考えすぎないで。準備をして。君の両親はもうレストランに向かっているところだ。遅れられない。なんと言っても。彼はしゃがみ込み、私の唇にキスをした。今日は僕たちの婚約パーティーなんだから。彼の愛情に満ちた目を見つめ、私の心はますます冷たくなった。ノアと私は5年間付き合っていた。ずっと結婚したいと思っていたが、彼は忙しすぎると言って断り続けていた。3日前、彼はようやくひざまずいてプロポーズしてくれたのだ。あの夜、リバーショア市には一晩中花火が打ち上げられた。一つ一つの爆発が彼の私への愛を綴っていた。私は無数の祝福を受けた。町の社交界の人々はみんな羨望の眼差しで私を見つめた。私の妹、ハイジ・ミラーもその一人だった。彼女は親しげに私の腕を組んだ。エリン、本当に羨ましいわ。私もあんなにハンサムで成功した男性を見つけたいものだ。その時、私はプロポーズされた喜びに夢中で、
彼女の声に含まれた嘲笑に気づかなかった。ぼんやりしている私を見て、ノアがドアの外から呼びかけた。エリン、着替えは終わったか？私はしばらく黙っていたが、それからシンプルな白いワンピースを手に取り、買い替え向かった。ノアが私を見ると、一瞬固まった。今日はどうしてそんなに簡素な格好なんだ？普段は普通のパーティーでも凝った服を着ているのに。私は答えずに微笑んだ。私は彼と婚約するためにそこにいるのではなかった。私はこの目でノアとハイジの不倫を確かめ、去る前に彼への最後の未練を断ち切るためにそこにいたのだ。それでも、こんな君も美しいよノアは私の腰を抱え、外へと導いた。道中、会社から電話があった。私はすぐに声を潜めた。ミラーさん、本当によろしいのですか？不妊地は非常に偏僻で、地図にほとんど載っていないような場所です。とても大変ですよ。それに、そろそろご結婚なさるのではありませんか？ご主人は気にされませんか？ご主人という言葉を聞き、私は苦笑した。私の将来の夫は今、スマートフォンを見下ろしながら、愛人へのメッセージに微笑みながら返信している最中だった。私は顔を背け、声を強くした。バルドーさん、行きます。電話を切り、ノアの疑わしげな視線を迎えた。すごく決意に満ちた口調だね。どこに行くつもりなんだ？ブライダルショップでドレスを試着しに私は何気ない嘘をついた。ノアは私の手を握り、軽く笑った。エリン、本当にそんなに僕と結婚したいのかい？私が返答する前に、車はすでに宴会場の入り口に止まっていた。私たちの家族や賓客はみんな、主役である私たち二人を待っていた。そしてノアは、みんなの前で私の手を離し、贈り物の箱をハイジに渡した。ハイジ、君へのクリスマスプレゼントだ。ハイジは興奮して箱を開けた。中から古びた懐中時計を取り出すと、彼女は膨れっ面をした。ノア、あなたそんなに金持ちなのに、どうしてこんな古いものをくれるの？ノアは答えずに微笑んだ。しかし、私は完全に凍りついた。その懐中時計を以前に見たことがあった。ノアの亡き父親の肖像画の中で。第2章。宴会で私たちの両家族は熱心に結婚式の詳細を話し合った。母は興奮した様子だった。バポビーチでやったらどうかしら？エリンは海が好きだし。父も口を挟んだ。そうだな。エリンは小さい頃からそこに行く夢を見ていた。結婚式をそこで挙げるのはとてもロマンチックだ。みんなが期待に満ちた目で私を見つめ、ノアもそれに合わせてうなずいた。ちょうどその時、ハイジが不満そうに言った。でも、私はバポは暑すぎると思うわ。代わりにシリュールに行くべきよ。あそこの気候の方がずっといいし。ハイジ母は彼女をきつく睨んだ。これはあなたのお姉さんの結婚式よ。すべては彼女次第なの。家族全員が私を見つめ、私の決定を待っているようだった。私が話そうとしたとき、ノアが私の手を握った。エリン、結婚式はシリュールであげよう。その代わり、ハネムーンでバポに連れて行ってあげるから。両親はどちらも固まり、彼が私に逆らうとは予想していなかったようだ。私は彼の計り知れない目を見つめ、優しく微笑んだ。私がノーと言ったらどうするの？彼の眉がわずかに潜んだが、すぐに笑ってグラスを掲げた。それならもちろん、君の望む通りにするよ。ハイジはすぐに不機嫌な顔をした。彼女は銀食器を投げ出すと、トイレへと駆け出した。ノアはその後、何か言い訳をして彼女の後を追った。ノア、昨夜は私が一番好きだって言ったのに。なのに今日は彼女の味方するの。ノアは優しく彼女の涙をキスで拭った。
おバカさん、ただ彼女を騙していただけだよ。宴会が終わったら、アシスタントにバポの会場を全部予約させてやる。そうすれば、彼女はシリュールに行かざるを得なくなる。ハイジ、忘れるな。僕が彼女と結婚するのは借りがあるからだ。彼女が一度僕に恩をかけてくれたことはみんな知っている。ハイジの目が赤くなった。じゃあ、一生彼女に借りがあるままなの？私はドアのそばに立ち、隙間から静かに聞いていた。すべてを承知していても、まだ心に一抹の望みが残っていた。もちろんそんなことはないノアは軽く笑った。彼はハイジをトイレのカウンターに乗せ、彼女の唇を噛んだ。僕の可愛い子が一生苦しむのを見ていられない。この結婚から逃れる方法を見つけてやる。そうすれば、エリンが持っているものすべてが君のものになる。これを聞き、私の胸は塩本の矢で貫かれたかのようだった。その痛みはほとんど窒息しそうだった。数年前、ノアの会社が危機に瀕したとき、私は知り合いや親戚からありとあらゆるお金を借りた。彼を倒産の瀬戸際から引き戻すために、家さえも担保に入れた。危機が解決した後、彼は私に出会えたことは人生最大の幸運だと言った。しかし結局、それはただの借りと果てしない嘘に過ぎなかったのだ。その日、私は壁にもたれながら宴会場へと戻った。私の顔色の悪さを見て、母はすぐに駆け寄り私を支えた。エリン、どうしてそんなに顔色が悪いの？私は喉元に押し寄せる苦さを必死に押し止め、何でもないと言った。ノアとハイジは続けざまに戻ってきた。彼が席に着くと、無意識に襟を引っ張り、首の新しい跡を隠そうとした。その後、彼らはさらに多くの結婚式の詳細、例えばどの花を選ぶか、どの音楽をかけるかなどを話し合った。私の意見を求められるたびに、私はただの望む通りでと言っただけだった。彼の目に満足の色が一瞬走った。彼は私が彼にどれだけ頼っていることを喜んでいるようだった。しかし、私は単に私の意見などどうでもいいと感じただけだった。それ以上に、私はそもそもその式に出席しないのだから。最後に、ノアが私に最後の質問をした。エリン、いつ結婚式を挙げたい？2日後。両親は私を信じられないという目で見つめた。2日で結婚式を準備するのはほぼ不可能だった。しかしノアは自信たっぷりに私の手を握った。心配するな、エリン。きっと君に忘れられない結婚式を挙げるから。私はそっと微笑み、その手を握り返した。私も彼に忘れられない結婚式を挙げるつもりだったのだ。彼がみんなの前に立ち、通路を見下ろしたとき、その先には誰も待っていないことに気づくだろう。第3章。宴会の終盤、私は体調が優れなくなり、早退することにした。ノアはすぐに私を家まで送ると言ったが、ハイジが私たちの行く手を阻んだ。彼女は酔っているようで、ノアの腕の中に倒れ込み、甘えた声で言った。ノア、代わりに私を家まで送ってくれない？いい加減にしなさい。母はハイジをぐいっと引き戻した。あなたのお姉さんは具合が悪いの。婚約者として、当然彼女を病院に連れて行くべきでしょ。ノアはうなずき、私を出口へと引っ張って行った。しかし運転中、彼は明らかに気が散っており、いくつもの信号を無視した。私は疲れて窓にも垂れかかり、もう何も感じられなかった。突然、彼の携帯の画面が光った。彼はそれを見ると、車は急停止した。私は不意に前方に放り出され、痛みで声を上げた。しかしノアは私を一別さえせず、車の鍵を私の膝の上に放り投げた。エリン、今日は自分で病院に行ってくれ。会社で緊急の用事が入った。行かなければ。
私が何か言う前に、彼はすでにタクシーを呼び止め、去っていた。何が起こっているかは大体察しがついた。めまいと戦いながら、無理やり運転席に入り、彼の後を追った。車は結局バーの前で止まった。ノアは狂ったように中へ駆け込んでいった。お客様、この女性がバーで飲みすぎて、この男性にちょっかいを出されまして。店員が言い終わらないうちに、ノアの拳が酔っ払いの顔にぶつかった。彼の動きは残忍で、一発一発が嫌な音を立てて決まった。彼は普段は冷静で超然としているが、今は顔が歪み、珍しい暴力的な怒りに満ちていた。数人の用心棒が止めようと駆け寄ったが、彼は彼らを軽々と押しのけた。彼はその男の襟首を掴んだ。いえ。どこを触った？触ってないよ。彼女の方がこっちに寄ってきたんだ。もう一発の凶暴なパンチが男の口から血を飛ばした。群衆はすぐに囁き始めた。あれ、スターダストグループの CEO じゃない？公衆の面前で喧嘩してる。でも、彼の婚約者はこの女性じゃないよね。婚約者がこれを見て嫉妬しないか心配じゃないの？お願いよ。ノアレビンだぜ。彼と結婚したがる女性は吐いて捨てるほどいる。彼のような男に愛人が何人いても普通さ。私は車の窓越しにその光景を見つめた。麻痺した私の心は、それでもなお痛むことができた。ちょうどその時、ハイジが駆け寄って彼を止めた。やめて。怖いよ。ノアの手は空中で止まった。彼の顔から暴力の色が消え、私が今まで見たことのない優しさと崇拝に満ちた表情に変わった。彼はハイジをしっかりと腕に抱き寄せた。怖がらないで。僕がいるから。私はハンドルに顔を埋め、涙をひとしずくこぼした。帰宅途中、熱で体がだるかった。私は対向車線のトラックにまっすぐ突っ込んだ。車は空中で回転した。私は車体の下敷きになり、炎がゆっくりと周囲のすべてを飲み込んでいった。もし来世があるなら、ノアとは二度と会いませんように。第4章。私が再び目を覚ましたとき、ノアは私の手をぎゅっと握りしめていた。彼の目は血走り、今にも泣き出しそうだった。エリン、本当に死ぬかと思ったよ。君を失うかと。彼は私をきつく抱きしめ、声を詰まらせた。ごめん。路上に君を一人で置いていくべきじゃなかった。ごめん。本当にごめん。君が無事でよかった。もし君に何かあったら、僕はどう生きていけばいいのかわからなかった。彼は私の髪にキスをし、声にはまだ恐怖が震えていた。しかし、私はただすべてが皮肉に思えた。私は冷たく彼を押しのけた。痛いわ。ノアはすぐに手を離し、謝った。しばらく沈黙が続いた後、彼が突然口を開いた。どうしてセカンドストリートで事故に遭ったんだ？病院の近くじゃないのに。最後の最後で友達から電話があって。彼はその近くに住んでいるの。私は嘘が嫌いだった。それなのに、今の私はこんなにも簡単に嘘をついている。ノアの眉はすぐに潜み、口調には嫉妬がにじんでいた。どんな友達だ？熱を出している時に出てこいと言うなんて。私は笑いたくなった。彼自身、熱を出した婚約者を愛人のために路上に置き去りにしたのではなかったか？私は適当な名前をでっち上げてごまかし、それから気分が優れないと言って彼に帰るよう頼んだ。その後すぐ、会社から電話がかかってきた。エリン、事故に遭われたと聞きました。海外赴任の件ですが。行きます。明日の飛行機に乗ります。私は窓の外を横切る飛行機を見つめ、これまで以上に固い決意を抱いた。
電話を切ると、すぐに壁にもたれて明日の退院手続きの準備を始めた。突然、ハイジが病室に押し入ってきた。彼女は心配するふりをし、その偽りの同情は私をうんざりさせた。我慢できずに私は彼女を押しのけた。ハイジ、振り早めて。あなたとノアのことは全部知ってるわ。彼女は一瞬固まり、それから笑った。あら？バレるとは思わなかったわ。でも、他にも知ってる？この事故のせいで、あなたはもう子供が産めなくなったのよ。私は凍りつき、彼女を信じられないという目で見つめた。ハイジは軽く微笑んだ。ノアはやはりあなたに隠すことに決めたみたい。まあ当然よね。これって将来離婚するのに完璧な理由だもの。どうして早々に明かす必要があるの？もう真実を知っているなら、どうしてまだそんなに厚かましく彼にしがみついているの？ノアはあなたが彼を愛しているって言うけど、私はあなたはただ彼の金と権力が好きなだけだと思うわ。だから離れられないんでしょ？エリン、あなたって本当に哀れね。もう一度言ってみなさい。私は手を挙げて彼女を叩こうとしたが、しっかりと手首をつかまれた。エリン、何をしているんだ？ノアが激怒して入ってきた。彼の顔は曇っていた。ハイジはすぐに傷ついたような表情を浮かべた。ただお姉さんの様子を見に来ただけなのに、彼女はまだ結婚式場のことで私に腹を立てていて私が出しゃばりすぎだって言って、私を懲らしめようとしたの。ノアは眉を潜めた。エリン、僕は宴会でバポでの挙式に同意したはずだ。それ以上何が欲しいんだ？二人を見て、私は苦笑せずにはいられなかった。説明する気力さえなかった。私はただ、首をかしげて手首に広がるあざを見つめ、声を詰まらせながら言った。ノア、私まだ怪我してるの。手を離してくれない？ノアは固まり、すぐに手を離し、顔に不快な表情が走った。まだ怪我してるんだから、今日のことは多めに見るよ。でも、二度とハイジをいじめるのはやめてくれ。明日は僕たちの結婚式だ。今日醜い争いをする必要はない。そう言うと、彼はハイジを病室から引きずり出した。私は人生でこんなにも疲れ果てたことはなかった。しかし、今やめるわけにはいかなかった。その夜、私は両親への長い手紙を書いた。彼らはいつも私を甘やかしてきた。彼らは決して私がそんなに偏僻で危険な場所に行くことを許さないだろう。だから私は去った後で初めて真実を伝えるつもりだった。手紙を引き出しにしまうとき、ノアが入ってきた。彼はベッドの端に座り、傷つけた私の手首を優しく触った。痛むか？私はすぐに手を引っ込め、彼に答えなかった。ノアはため息をついた。エリン、ハイジはちょっと無邪気なだけだ。悪気はないんだ。彼女は、知ってるわ。私は直接彼の言葉を遮った。他に用事がなければ出て行ってください。疲れたの。私の口調の冷たさを聞き、彼は一瞬たじろいだが、すぐに平静を取り戻した。じゃあ休んでくれ。バポ行きの飛行機は明日の正午に予約してある。迎えに来るから。去る前に彼はドア枠をつかみ、もう一度私を見つめた。エリン、僕は君ともう喧嘩したくない。君は信じてくれ。僕は君を愛している。いいね。私が答えないと、彼はゆっくりとドアを閉めた。彼は私に信じさせたいというのか？私は苦笑した。この2日間のすべてを思い出しながら、どうして彼を信じられるだろうか？翌朝早く、私はフロントで退院手続きを済ませ、手紙を渡して転送を頼んだ。そして、振り返ることなく去った。道中、ノアからメッセージが届いた。エリン、
起きる時間だよ。飛行機に乗り遅れないで。私は目の前の飛行機を見上げ、ほのかに微笑んだ。そして、SIM カードを芯2つに折った。私はすでに自分の飛行機に乗っていた。ノアのいる飛行機には、この先一生乗ることはできないだろう。さようなら、ノア。